こんにちは。ゼロから宅建士第38回です。今回は直前期の数字層まとめです。全分野の品種数字を一気に確認します。表を中心に高速で復習していきます。各回でやり残した数字もここで拾います。それでは始めていきましょう。まず試験全体の数字からです。問題は全部で50問あります。宅建業法が20問で最も多いです。権利関係は14問が出ます。法令上の制限は8問です。税その他も8問です。合格点は年により動きますが、7割前後が目安です。宅建業法でしっかり得点したいところです。宅建業法の基本の数字です。免許の有効期間は5年です。更新は満了の90日前から30日前までです。専任の宅建士は従業者5人に1人以上です。変更や廃業の取り出は30日以内に行います。宅建士証も有効期間は5年です。法定講習は交付申請前6ヶ月以内に受けます。宅建業者の帳簿は5年間保存します。従業者名簿は10年間保存します。次は営業保証金の数字です。主たる事務所は1000万円を供託します。その他の事務所は1箇所500万円です。還付で不足したら通知から2週間以内に供託します。供託したら2週間以内に届け出ます。友年の広告は原則6月を来たらない期間です。1000万円と500万円をセットで覚えます。保証協会の数字です。分担金は主たる事務所が60万円です。その他の事務所は1箇所30万円です。分担金は金銭のみで納付します。事務所の増設は2週間以内に納めます。還付充当金も通知から2週間以内に納めます。準備金が不足すると特別分担金が必要になります。特別分担金は通知から1ヶ月以内に納付します。60万円と30万円を区別して覚えます。媒介契約の数字です。専任媒介の有効期間は3ヶ月以内です。指定流通機構には7日以内に登録します。業務報告は2週間に1回以上です。専属専任はもっと厳しくなります。登録は5日以内、報告は1週間に1回以上です。一般媒介にはこれらの定めがありません。7日と5日の違いを区別します。自ら買収の発種制限です。クーリングオフは告知から8日間です。損害賠償額の予定は代金の2割までです。手付の額も代金の2割までです。保全が必要な手付金等の額を確認します。未完成物件は代金の 5% 超です。完成物件は 10% 超です。いずれも1000万円を超える場合も対象です。ワレンチー販売の解除は30日以上の催告がいります。報酬の即算式です。200万円以下は代金の 5% です。200万円超から400万円以下は 4% 足す2万円です。400万円を超えると 3% 足す6万円です。低い価格の空き家には特例があります。800万円以下なら上限30万円まで受け取れます。これは税抜きの金額です。貸借の報酬は合計で借賃1ヶ月分です。法令上の制限の面積です。開発許可は市街化区域で1000平方メートル以上です。三大都市圏の一定区域は500平方メートル以上です。区域、区分のない区域などは3000平方メートル以上です。両区域の外は1ヘクタール以上です。国土法の事後突出も面積で決まります。市街化区域は
2000平方メートル以上です。その他は5000平方メートルや1ヘクタールです。建築と農地などの数字です。特殊建築物は用途部分が200平方メートル超で確認がいります。大規模な木造は3階以上などで確認がいります。農地の相続は許可ではなく特筆です。農業委員会へおおむね10ヶ月以内に届け出ます。農地の権利移動は3条の許可がいります。農地の転用は4条や5条の許可がいります。政治の造成宅地防災区域も確認します。工事中の人は指定日から21日以内に届け出ます。税の数字です。不動産取得税は新築住宅で控除があります。評価額から1200万円を控除します。認定長期有料住宅なら1300万円です。登録免許税の軽減税率も抑えます。保存は 0.15、移転は 0.3% です。抵当権の設定は 0.1% です。印紙税の過大税は原則で本税の3倍です。軽減税率は期限付きの特例なので注意します。税と譲渡所得の数字です。固定資産税は3年ごとに評価買いします。住宅用地は小規模で6分の1に軽減されます。相続時生産課税は特別控除が2500万円です。令和6年からは年110万円の基礎控除も加わりました。居住用財産を売ると3000万円の特別控除があります。収容等の場合は5000万円の特別控除です。贈与税の経年課税は基礎控除が年110万円です。権利関係の期間の数字です。首相権は追認できる時から5年です。または行為の時から20年で消えます。不法行為の時効は知った時から3年です。こちらも行為の時から20年です。賃貸借の存続期間は最長で50年です。借地権は当初30年から始まります。更新すると20年、その方10年です。相続登記の申請は3年以内が義務です。住所や氏名の変更登記は2年以内が義務です。借家の解約審では貸主が6ヶ月前です。区分所有の建て替えは5分の4以上の賛成がいります。ここで確認クイズです。正しいものはどれでしょうか？ A はクーリングオフは告知から10日間です。B は分担金は主たる事務所で60万円です。C は相続登記の義務は知った日から5年以内です。少し考えてみてください。正解は B です。分担金は主たる事務所が60万円でした。A は誤りです。クーリングオフは8日間でした。C も誤りです。相続登記は3年以内でした。今日のまとめです。数字を分野ごとに一気に確認しました。業法は免許5年と分担金が中心でした。制限は開発許可などの面積が要点でした。税は控除額と税率を抑えました。権利関係は時効と存続期間が重要でした。数字は比べながら覚えると定着します。各回で残した数字もここで拾えました。苦手な数字は表で何度も見返しましょう。お疲れ様でした。今日は全分野の数字を総まとめしました。週末を見返して繰り返し確認しましょう。次回はいよいよ統計対策です。第39回は最新のデータを確認します。統計は直前に詰めれば確実に得点できます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。